今日はですね、iOS18.4 ですかね。こちらの方から採用された、やっと日本語対応もしたですね、Apple Intelligence、Apple の AI ですね。それもそのスマホで独立して動く AI というものがついにリリースされまして、ということで早速18.4にですね、私も iOS をアップデートしてみました。しかも、これ最先端な iPhone 16ですかね。なので、バッチリ AI に対応した GPU が入っておりますので、サクサク動くことが期待できます。そういったことでですね、早速やってみたんですけど、僕的にやっぱりすごく嬉しかったのは、写真の検索ですね。メタデータが埋め込まれていたら別なんですけれども、メタデータが埋め込まれてないですね、写真っていうのがなかなか検索しづらくて、そういう意味で言うとですね、まだまだ不完全なところは多いっちゃ多いんですけれども、例えば犬の写真を検索しろとかですね、そういうわかりやすい検索に関して言うとですね、ちゃんと動いている印象がございます。これの特徴いいところはですね、チャット GPT とかクロードとかですね、こういったものって、やっぱりその会社のサーバーにやっぱりアクセスしちゃう部分があるので、社内機密みたいなものとか、プライバシーのあるようなですね、文章とか読み込むのちょっと不安だなと思うところがあるんですけれども、ある程度これがローカルで動くということで、その点に関してプライバシーの保護というのがですね、ある程度できているというところがですね、もう一つは挙げられるんではないかなと思います。私がもうすでにですね、メモ帳で文字起こしをやっていたんですが、これ完全にもともともうiOS18.4 の前からですね、AI 搭載されてんだろうみたいな感じで、めちゃくちゃ文字起こしが良くなっておりますので、私メルマガのもう近況報告とかですね、こういったものほとんど今音声入力で入れてます。しかもね、外部のね、ノイズなんかあんまり取らないので、非常に優秀な文字起こしをしてくれているという状況でございます。またですね、作文ツールみたいなものも作られるようになったので、これが、しかもですね、作文ツールが Apple のね、API を利用してればですね、使えるようにテキスト長押しとかでも使えると思うんで、例えばですけれども、X のリプとかですね、こういったものにもリプを書いてくださいとかっていう風にしてリプを書いてくださいとかっていう風にして説明をすることが可能だったりします。X とかでも誰かの書いたものに対して返信をやるとかですね、そういったこともできるようになってるんで、これは本当にすごく便利に使えるツールになったな。Android の方も Gemini でできるようにある程度なってたりとかするんですけれども、これがですね、iPhone でもついに日本語でも可能になったってことはですね、非常にAI、これね、僕前から言ってんですけど、AI みんな言ってますけど、正直ちゃんと使えてる人ってほとんどいないし、そこまで新しいもの好きの人もいないんで、まともに使えてなかったと思うんですけれども、これが要はiPhone に搭載されることによって普通の人が普通に使うようになるんで、そうすると X のクソリプとかも多分減っていくんじゃねえかなっていう。Apple Intelligence 使ったらめちゃくちゃクソリプじゃない開始できるよみたいなこととかが作文ツールとかでできたりとかするんで、これは僕は結構大きな変化が大きいんじゃないかなと思ったんですよね。結局スマホが普及してきて、一般の人もパソコンのようにですね、インターネットにつなぐことがやっとできたんで、その副作用として X のクソリプとかですね、YouTube のクソコメントみたいなものも増えましたけれども、それで治安が悪くなった部分もあるんだけれども、今回 AI ツールがそうやって民主化することによって、頭の悪いリプしか書けない人もですね、ちゃんとした気の利いたリプが書けるようになるという意味で、これは革新的なツールなんじゃないかなと、そういうふうに思いました。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。いってらっしゃい。